Go! はい、古民家の2階に上がってきました。これ先日つけたシーリングファンですね。うまいこと回ってます。見てください。壁、下地も何にもできてません。柱があって抜きがあって真柱が当たってるというだけですね。はい、こんな感じです。全部一つもできてません。実はこの状態でもう4年近く経ってしまいました。これからですね、漆喰で仕上げたいと思うんですが、いや大変ですね。これ何日かかるんでしょう。下地からですからね。下地用の材木は、こんなにいっぱいもう買ってあります。はい、あちこちに置いてあります。いやー、同じ作業をずっと続けるっていうのがちょっと僕一番苦手なので、どのぐらい時間かかるかやってみましょう。とりあえず今日は一番奥のここの壁、この一面を仕上げたいと思います。この家はですね、伝統工法といって、木と木を組み合わせて、作っている工法で建てられています。で、この柱、この辺りは4年前に改築の時に作ったところなんですが、こういうところもやっぱり伝統工法で、作りたくてですね、屋根の作業だったので、これは大工さんにお願いしてこういう作りにしてもらいました。伝統工法っていうのはこういう柱にこう穴を開けて、これ抜きというんですが、抜きをこう通すという、それでここにくさびを打って固めるというか、なんていうんですかね、固定するという、そういう工法なんですが、4年間経つとこういうふうにですね、もうくさび抜けてきちゃうんですよね。これ見てください。これもゆる抜けましたね。これっていう感じなんで、木が乾燥してるっていうことなんだろうと思うんですが、あらゆるところのくさびが緩くなって、これ抜けないかな。これ抜けますね。こう抜けちゃうんですよね。別に抜けるのが悪いわけじゃないんですが、これを一回やっぱり金槌で叩いて打ち込んで、それから、壁を仕上げていきたいと思います。結構入りますね。あれ結構入るな。ここは閉まってる。結構古いうちはみんなこういう工法だったはずなんですが、壁の中でくさびが抜けてきている、壁はもう仕上がっている場合打ち込めませんよね。どうするんでしょうか。どうしてんのかなこれ。普通のうちは壁が出来上がってるので、こうやって打ち込み直すなんてことはできないはずなので、古いうちはみんな抜けちゃってんのかな。多少揺れがあって地震があったりすると抜けてくるはずなんですよね。別に接着剤とかで留めませんから、普通は。こういう事情をご存知の方、大工さんなんかよく知ってんのかな。教えてください。コメント欄で教えてください。お願いします。今回壁の下地に使うのは杉の木ですね。
寸 ×5 分で作ってもらった杉の棒です。なんだ真っ暗だなこれ。どっちだ？映んないなこれ。はい、こんなら映る。こういう感じで、ここ横が1寸、厚さが5分、30mm×15mm です。この棒をたくさん平行に、水平に平行に打ち込んでいって、その上にしっくい壁を塗ります。ここにこう横方向に、下地を打っていくので、この下地の長さを測ります。何箇所か測って平均で 805mm でした。杉の下地を切るのはこのスライド丸のこで切ります。でスライド丸のこはちょっとこう動くので、この作業台とちょっと固定してみたいと思います。理由は後から説明します。でこの長い材料をこう合わせてこう切っていってしまえば、この材料がどんどんできるということです。よいしょ。104。104、このぐらいで。コンプレッサーを使って釘打ち機で下地を打っていきます。こういうのを上に上げるのがね結構大変なんですよね。コンプレッサーはハイガー産業っていうところのコンプレッサーです。これは釘打ち機で、ホースで、釘は今回は、15mm の下地を打つので 38mm の釘で打ちます。最近はこうやってミニ箱っていうんですけど、小さい箱でこんな感じで、小さい箱って言っても結構入ってますよ。これ何巻きあるのかなこれ。何本になるのか分かりませんけど、これでね1000円しなかったかな。結構安くなんでしょう、 DIY 用なんでしょうかね。でたまにこういうところにねオイルを差しながら使っていきます。じゃあ仕上げじゃなくて、下地材打っていきます。ファクトリー9。ここでちょっとひらめいちゃいました。はい、さっきちょっと話してた抜きに、くさびが打ってあるんですが、このくさびが結局抜けてきちゃうんじゃないのっていう問題ですが、
ちょっとこんなことをしてみました。この下地ですね、下地の形をこういう風に作ってこうはめると、こういうこと、これでどうですかね。反対側もこうです。くさびが抜けないようになったような気がするんですが、どうなんでしょうか。まあ釘でね、ここを釘で留めるだけなんで、まあ効き目はよく分かりませんけども、まあ一応理屈としては、くさびは抜けないということにします。はい。はい、漆喰壁の下地出来上がりました。まあとりあえず一面だけなんですけども、まあ、今回ちょっと工夫したのはここですね。やっぱり抜きのくさびが抜けないように下地を作るというつっかえ棒みたいになってますけども、ここですね。ここ抜きのくさびが抜けないように。でもまあこの釘一本で止まってるだけですからね。まあ、くさびを釘打っちゃえばいいって話なんですけど、まあ本当に土壁の中の抜きのくさびとかはどうなってるんでしょうかね。抜けちゃってるんだと思うんですよね、きっと。というわけで、まあ何にしろ、下地は出来上がりました。いかがだったでしょうか。この次の動画ではこの上の漆喰塗りの作業をご紹介したいと思います。漆喰はいつものようにもみ殻を混ぜ込んで塗りたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価などお願いします。